こんばんは、ボスケです。クリスマスが近づいてきましたね。クリスマスでね、天体望遠鏡をね、プレゼントしたいってね、思う方もね、たくさんいらっしゃると思います。今回はね、今年天体望遠鏡を買う方におすすめな天体望遠鏡1台紹介したいと思います。よろしくお願いします。やっぱね、クリスマスプレゼントって子供がね、寝てるうちに足元にね、置くっていうのがね、定番じゃないですか。そんな時にね、ぴったりなものをね、用意しました。これ、マクシー60ですね。普通ね、天体望遠鏡って言ったらね、箱がね、こんな大きかったりしますよね。それをね、持ち運ぶだけでもね、苦労するんですが、マクシーはたったこれ。で、今回ね、紹介したいのがこのマクシー60なんです。望遠鏡はね、以前にも紹介しましたが、今回ね、初めてね、ご覧になる方もいらっしゃいますので、改めて紹介させていただきます。これがね、マクシー60のね、望遠鏡なんですよ。ちょっとね、皆さんの想像とは違う形してるかもしれません。これはね、望遠鏡の中でも屈折式望遠鏡とかね、反射式望遠鏡と呼ばれるものとはまたね、ちょっとね、外見が違うマクストフカセグレ式の望遠鏡っていうものです。特徴としてはね、今ね、内部開けたんですが、ここにね、メニスカスレンズっていうね、レンズが入ってます。で、ここにね、反射鏡が入ってますね。で、あとね、ここにもね、反射鏡がね、実は入ってます。こうした構造です。この望遠鏡はね、中をね、こうやって見ることもできるんですよ。ただね、このね、マクシーとね、兄弟的なね、望遠鏡でこのね、ニュートニーっていうのもね、発売されてるんですね。こっちの方がね、安くてね、一応手にはね、入りやすいとは思うんですが、予算的に。かなりね、性能が違うんですよ。こっちのね、マクシー60は口径 60mm。こっちはね、口径 50mm になってます。その分だけね、大きさには差があるんですけれど、子供に与えるものとしては別にね、マクシー60でも十分な小ささです。口径 60mm の望遠鏡の中でもね、多分ね、最もコンパクトな望遠鏡だとね、私は思います。でね、ニュートニーの問題点っていうのは、先ほどね、マクシー見せたと思うんですけれど、ここにね、メニスカスレンズっていうね、レンズがないんですよね。あのレンズって実はね、このね、鏡で反射した像がね、実はちょっとボケるんですけれど、そのボケをね、補正するためのレンズです。簡単に言っちゃえばね。ニュートニーはそのね、ボケを補正するレンズが入ってないです。ですので、ニュートニーは、例えばね、月だとか、あと、広めの星団ですね、プレアデス星団だとか、あそこら辺を見るのに最適な望遠鏡なんですけれど、例えばね、土星とか木星とか火星、そういったね、高倍率で観察するのにはあまり適していません。本当はね、補正レンズをね、入れる裏技もあるんですよ。ただね、そういう裏技を使わなくても、マクシー60はそのまま土星の輪を見ることもできますし、木星のね、模様を見ることができます。あとね、もちろん月のクレーター見てもとてもね、シャープですよ。メニスカスレンズ。このレンズがね、こっちの鏡で派生するね、ちょっとしたボケをね、修正してくれるんです。そこがね、一番の特徴だと言っていいでしょう。でね、倍率はね、38倍です。接眼レンズはね、2つ入ってるんですが、1つはね、覗くためのもので、もう1つはね、携帯で撮影するためのものです。でね、そのね、38倍っていうのがね、非常にまたいい倍率でして、あまりね、倍率が高いとね、なかなかね、導入がしにくい部分があるんですけれど、40倍未満の望遠鏡はね、こうしてるうちにね、ピュッとね、入り込んできますので。で、やっぱりね、土星の輪を見るのにはね、やっぱり最低25倍以上はね、私には必要かなとは思います。で、38倍っていうのはね、そういう意味でもね、土星の輪を確認するのにね、あまりギリギリじゃなくって、ちょっとね、余裕を持ってね、確認することができるので、なかなかね、倍率の選択もね、非常にいいんじゃないかなと思ってます。で、あとね、やっぱりね、初めのね、レビューでもね、紹介したんですけれどね、これがいいんですよ、これが。スマートフォンアダプター。これなんですけれど、強力なゴムでね、携帯をね、挟み込む構造になってます。これでね、携帯をね、しっかりとね、この穴にね、めがけて設置することができるんですよ。で、あとね、接眼レンズに専用設計されているので、こう、カチャンとね、入って、キュッと締めればね、もうね、完全にね、このスマートフォンアダプターと接眼レンズが固定されます。一度ね、やったと思うんですけれど、振っても振ってもね、全然ね、ずれてこない、今までにね、ないスマートフォンアダプターです。これがついてます。あとすごいのがね、これ、整列転調プリズム。これをつけると、天体望遠鏡ってね、普通はね、上下左右逆に見えるんですけれど、これをつければ、
成立図で見ることができるので、例えばね、地上の風景を見るのにも便利です。こういったものがね、ついてます。あとね、皆さんね、このね、三脚不安になると思います。確かにね、チャチい三脚に見えるかもしれませんがね、これね、いろいろね、使ってみてね、あんまりね、悪くなかったです。私もね、初めのレビューの時はね、あんまり言及しなかったんですけれど、これはね、なかなか三脚としてはね、いいですよ。例えばね、テーブルを外に持って行って、テーブルの上にね、ポーンとね、置いて、公園とかのね、デスクでもいいですよね。でね、ほら、見てください。このね、三脚の滑らかさ。これぐらいのね、小さい三脚だとね、カクッ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 カクってね、なる三脚ばっかりね、カメラ屋に売ってたりするんですけれど、これはね、さすが天体望遠鏡のね、エキスパートがね、開発したね、三脚だけあってね、もうなんかね、こうやってね、ぬるぬる動いてね、見たい目標があったら、パッと手を離して見ることができて、あとね、追うにもね、細かい移動がね、結構ね、できるんですよね。これね、結構びっくりしました。ですので、私ね、こういう望遠鏡あったら、まず三脚は別に用意してほしいって言うんですけれど、マクシーに関しては、この三脚のままでね、結構ね、使えると思ってます。でね、テーブルなので、ちょっとね、低いところにね、この望遠鏡があると思うんですけれど、天頂プリズムがね、付属してますので、こうやってね、見て、そのままね、上から眺めればね、簡単にね、観察することができます。先ほどね、成立天頂プリズムがね、ついてるって言いましたよね。これがその成立天頂プリズムなんですけれど、これ実はね、市販で売っている他のね、接眼レンズがね、使用できるんですね。これね、例えばね、他社のね、接眼レンズなんですけれど、これをつけるとね、倍率が75倍になりますが、ほらね、ぴったり合いますよね。ですので、土星や木星見てね、もうちょっと倍率が欲しいなと思ったらね、後からね、アイピースを買い足せばね、いいわけなんですね。でもね、倍率を変えると、やっぱね、高倍率になると、ファインダーがね、ついてないと困る時があると思います。ファインダーね、実はね、ここにね、目印はあるんですけれど、これだとね、ちょっと頼りないなと思ったらね、今ね、サイトロンさんで発売されてる、このね、マクシー専用のファインダーってのがあるんですよ。それをはめ替えれば、ファインダーも取り付けることができます。そうした使い方もできます。あとね、付属品といえばね、カメラアダプターも売ってるんですよ。私はね、カメラアダプターね、付属品の買わなくてもね、あるので、それは買わないんですが、例えばこういうアダプターを取り付けて、こういう風にね、ミラーレスのカメラとかをね、つければね、このまま望遠レンズになります。もちろんね、カメラを取り付けた状態では成立像なので、こうやってね、野鳥をね、撮影するのにもね、結構ね、楽しく撮影できると思います。ということで、付属品の状態でも成立プリズムがついているので、景色やね、鳥などをスマホを使ってね、成立像で撮ることもできますし、もちろんね、月もね、スマートフォンで撮影することができます。さらにね、別売りのアダプターを使えば、こうしてね、カメラに取り付けることによって、さらにね、本格的な撮影が可能になるというね、将来性も持ち合わせた天体望遠鏡だと思います。そんなことを言いながらね、実際にね、本当に撮影できるのかっていうことね、疑われてもあれですので、誰も疑う人はいないと思いますが、一応ね、これからね、土星と火星と月、このね、3つを撮影した作例を紹介したいと思います。まずはね、土星ですね。この映像をご覧ください。これね、本当にね、マクシー60で撮ったものなんですよ。非常にね、シャープに見えてますよね。これね、他のね、60mm のね、屈折望遠鏡よりも、色収差がないので、ここまでね、すっきりとしたね、土星を見ることができます。そして映すこともできます。土星に関しては、これからちょっと条件が悪くなってきて、輪の傾きが小さくなってきます。ですので、輪の中にあるカッシーニの溝っていうのはなかなかね、観察しにくくはなってきますが、大きく開いた時はカッシーニの溝も観察することができます。あとね、最終的にね、静止画にするとね、このようなね、天体写真をね、完成させることもできるんですよ。あとその次、火星ですね。火星はね、今年、準大接近を迎えました。もうね、ピークは過ぎています。ただね、この映像は今年のね、8月14日だったかなにね、撮影したものなんですけれど、この時のね、大きさが、だいたいね、次の2022年12月の最接近よりちょっと小さいぐらいなんです。つまり2年後のね、最接近に向けて、この望遠鏡はこれだけの間隔で見ることができます。ですので、模様もしっかり見えますし、極寒と呼ばれるね、地球でいうところの南極だとか北極、そうした場所の氷、それもね、二酸化炭素ではあるんですけれど、そういったものをはっきりとね、観察することができます。
ただね、火星を見るときはかなりね、拡大しないといけないので、付属のね、アイピースからね、ちょっとだけね、買い足してください。あと最後が月ですね。この月はね、もう買った瞬間からね、これをね、楽しむことができますよ。クリスマスの夜もね、満月よりもうちょっとね、手前の月ですので、クレーターがね、しっかりとね、観察することができるので、クリスマスの夜にね、このマクシー60を使って月を見るっていうのもね、いいんじゃないでしょうかね。あとね、クリスマスの前、12月21日に、実はね、800年に一度と呼ばれる土星とね木星がねとてもね近いね間隔でね並んでるね天文現象があります。その天文現象はこの付属のアイピースでも十分楽しめますので、何もね買い足さなくても楽しむことができます。もちろんね、その晩がね、曇っていたとしても、その前夜だとかその次の日、さらに曇ってたとしても2日前だとかね、2日後、その時でもね、十分ね、近づいてますので、木星やね、土星がね、並んでいるところをね、数日間にかけて楽しむことができますので、なかなかないことなので、ぜひね、見てくださいね。はい、ということでね、今年のクリスマス、レンズキングス TV がね、最もおすすめする天体望遠鏡として、このマクシー60を紹介させていただきました。皆さん良いクリスマスをお過ごしください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。